太郎。地球の皆さんこんにちは、ゲツくんです。今日はウルトラマン太郎最強怪獣ランキングトップ10です。ウルトラマン太郎の怪獣は昭和屈指の強敵揃いなんですけど、作風がすごくポップなのでどこまでを真剣に考えたらいいのかが難しかったです。評価基準はこちらのルールにのっとって私ができるだけ客観的に戦闘力のみで順位をつけさせていただきました。もしチャンネル登録をしてくれたら大根をプレゼントします。それでは順位発表です。どうぞ。10位は9話東京の崩れる日に登場した大ハーリ怪獣アリンドウ。アリンドウファンの皆さんすいません。正直この動画を作り出すまで存在をすっかり忘れていました。けど実力は確かで、口から酸や火炎を吐きます。そして触覚から電撃も放てます。両手もカッターになっていて攻撃手段が豊富です。耐久力もなかなかで、太郎のストリーム光線に耐えました。数億匹のハーリが合体して誕生したアリンドウが10位にランクイン。9位は14話太郎の首がすっ飛んだに登場した閻魔怪獣エンマーゴ。今回はタイトルについてはスルーします。江戸時代に現れた怪獣で長らく封印されていました。剣と盾を持っているんですけど、盾でストリーム光線をガードして剣で太郎の首を切り落としてしまいました。いやそれもう負けだろって話なんですけど、エンマーゴを封印していたお地蔵さんの力で太郎が蘇ってなんとか勝てました。なんかその後ナレーションでエンマーゴを油断させるためにわざと首をはねられたみたいなことも言っていて、なんかいまいち何が起こっていたか正直はっきり分かんないんですよね。そもそも太郎はウルトラ心臓があるから心臓を潰されない限り死なないんで、首はねられても大丈夫なんじゃないのっていう問題もあるんで、エンマーゴ強いと思うんですけど、その辺いろいろ不明な点が多いので9位にしました。8位は23話優しい怪獣お父さんに登場した蜃気楼怪獣ロードラ。特に理由の説明もなく道行く車を溶かしていた怪獣です。両腕から電撃と光線を撃つことができて、光線は太郎のストリウム光線を相殺できるほど強い光線です。再生能力があって太郎に体をバラバラにされてもそのバラバラのまま襲いかかって、しかもその後再生していました。なぜ車を襲っていたのかという謎を残したロードラが8位にランクイン。7位は52話ウルトラの命を盗めに登場した泥棒怪獣ドロボン。また濃いやつが出てきましたね。泥棒怪獣ドロボンで鳴き声もドロボンですからね。いやそのままやないかい。宇宙空間でウルトラマンジャックを倒して地球に来ました。持っている金棒は打撃だけじゃなくて光線も打てて、しかもウルトラマンジャックのスペシウム光線をガードすることもできました。口からは火炎を吐きます。太郎を圧倒するんですけど、人質を取ったり卑怯な手を使っているので評価が難しいです。でも森山隊員曰く今まで現れた怪獣の中で一番のエネルギーであることやウルトラマンジャックを倒したことを考慮して7位にランクイン。6位は17話18話19話の3話にわたって登場した火山怪鳥バード。怠慢力は5位の怪獣よりも上かもしれないレベルでかなり強くて、全ウルトラシリーズの地球出身の怪獣の中でも最強候補の一角です。食用怪獣ケムジラを捕食してウルトラマン太郎を倒した後、なんとゾフィーも倒しました。猛毒を含んだくちばしと火炎放射でゾフィーの頭を燃やしたバードンが6位にランクイン。5位は24話これがウルトラの国だ。25話燃えろウルトラ6兄弟に登場した宇宙大怪獣ムルロワ。対人類の脅威となる怪獣ランキングだったら間違いなくもっと上位に来る怪獣だと思います。アトミックフォッグという毒入りの黒煙で地球全体を暗黒に陥れています。それを取り除くために光の国の伝説の秘宝ウルトラベルを使わざるを得なかったことです。戦闘力は肉弾戦では太郎に押され気味だったんですけど、妖怪液ホワイダースプレーで形勢逆転して一度太郎を倒しました。ラスボス級の規模の能力を持ったムルロワが5位にランクイン。4位は29話ベムスター復活太郎絶対絶命。30話逆襲怪獣軍団に登場した
宇宙怪獣改造ベムスター。6位のバードンは太郎に対してちょっと不意打ち気味で、5位のムルロアも肉弾戦では太郎に力負けしていたのに対して、改造ベムスターは真正面から力勝負で太郎を圧倒しています。体が斬撃系の攻撃が一切効かなくなっていて、瞬間移動能力も得て頭も良くなってます。見た目はすごく優しそうになったのに、戦闘力が初代ベムスターよりも大幅にアップしていた改造ベムスターが4位にランクイン。3位は40話ウルトラ兄弟を超えていけに登場した暴君怪獣タイラント。歴代ウルトラ戦士に倒された怪獣たちのパーツで構成された合体怪獣です。なんとウルトラマンを5人連続で倒しています。海王星でゾフィー、天王星で初代ウルトラマン、土星でセブン、木星でジャック、火星でエースを倒して地球にやってきました。結果太郎はそれほど苦戦せずにタイラントを倒しているんですけど、これってフェアじゃなくて、タイラントって天王星の時点で疲れて休憩してるんですよね。ウルトラマンエースのヒッポリト星人の回の時に、ウルトラの父が移動で疲れて実力を発揮できなかったこともありましたよね。しかも移動だけじゃなくて、タイラントの場合、あのウルトラ5兄弟と5連戦した後ですので、地球に来た頃には多分ヘロヘロだったんじゃないかと思います。タイラントのスペックは非常に高くて、ベムスターのお腹でスペシウム光線を吸収したり、冷凍ガスを出したりできて、メタリウム光線に至っては直撃しているのにフル無視できるような防御力もあります。ウルトラ兄弟5人抜きのタイラントが3位にランクイン。2位は33話ウルトラの国大爆発5秒前。34話ウルトラ6兄弟最後の日に登場した極悪宇宙人テンペラー星人。コミカルなシーンも多くあるんですけど、めちゃくちゃ強い星人で、史上初めてウルトラ6兄弟を1人で相手にした星人です。太郎に出てきたテンペラ星人って手下みたいなやつと親分みたいなやつの2体出てくるんですけど、その手下の方ですら太郎を倒せるほどの強さです。ハサミから出す電気の鞭や高熱の火炎、頭から毒ガス攻撃、ウルトラ兄弟必殺光線など攻撃技が多彩で、人間に憑依をしたり違う姿に変身したりすることもできます。ウルトラ兄弟に胴上げワッショイワッショイで敗北してしまいましたが、昭和全体でもトップレベルの強さを誇るテンペラ星人が2位にランクイン。1位はウルトラマンストーリーに登場した超合体怪獣グランドキング。ウルトラマンストーリーは太郎が主人公ですので、太郎の劇場版的扱いでランクインさせてしまいました。すいません。宇宙に漂っていた怪獣たちの怨念が集結して誕生した怪獣で、規格外のはちゃめちゃな強さを誇っています。グランレーザーやグランビーム、全身から電撃も放てて尻尾から光線も打てます。全ての攻撃がウルトラ戦士を吹っ飛ばすほどの威力があります。シンプルにパワーもとてつもなくて、6兄弟が全員同時にかかっても全く話にならないほどです。なんかパーンパーンみたいな。防御力に関してはさらにすごくて、超強力な装甲で全身覆われていて、ウルトラマンのパンチやキックなんて当然フル無視で、もう雨のように必殺技の光線を浴び続けてもガードすらしないで普通に立ってます。 M87 光線、スペシウム光線2発、ワイドショット、メタリウム光線の同時発射光線にも余裕で耐えて、規格外の強さを見せたグランドキングがダントツの1位。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラマン太郎最強怪獣ランキングトップ10でした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ウルトラマンストーリーを太郎の作品扱いにするか迷いはしたんですけど、結構いいランキングになったんではないかなと思います。皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてください。もし少しでも面白いと思ってくださった方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。